浮気相手を妊娠させちゃった。別れて。夫の直しからこんな軽い調子で謝られて、私も呆れて愛想が尽きてしまったのが、ちょうど半年前だ。浮気相手って、私も知ってる人？ああ、そうそう。愛ちゃん。優香の結婚式の二次会で再会したじゃん？あれから。夫は悪びれもしない。優香の結婚式は一昨年だから、1年以上前から浮気してたってこと？優香は私の大学の同期で、浮気相手の愛は私の2つ下の後輩だ。優香と同じ研究室の子で、私とはテニスサークルで一緒だったから、よく覚えていた。陰で小悪魔ちゃんと呼ばれ、ある意味とても有名な子だ。ああ、そんななるのか。大人になると月日が経つのって早いよな。夫はあははと笑って開き直った。この人は一体どういう神経をしているのだろう。全く理解できない。私は香織、30歳だ。夫とは大学のテニスサークルで知り合った。夫が5つ上の35歳にもかかわらず、なんで私と面識があるかというと、卒業してからもしょっちゅう顔を出す先輩だったからだ。飲み会が大好きで、とにかく友達が多く、誰とでもフレンドリー。新入生の面倒見が良くて優しい人だ。それが女の子限定だと気づいたのは付き合ってからだった。当時から浮気癖に何度も泣かされ、それでも好きだったから卒業と同時に結婚したんだけど、私も就職して働き出したら、夫の正体というか、ダメな部分がわかるようになった。夫があんなにもテニスサークルの部室に顔を出し、先輩風を吹かせていたのは、同年代から全く相手にされないから。会社で仕事ができなさすぎて、まともな業務を与えられず、暇だったのが真相だった。今だって昇給や昇進の見込みが全くない。ただの見えっ張りの役立たずで、仕事も家事も何もできないダメ男だったのだ。結婚当初は夫を変えようといろいろ努力もしてみたけど、あまりの変わらなさに私は諦めた。それでも離婚しなかったのは仕事が忙しかったし、面倒だという理由と義両親がいい人たちだからという、夫本人には全く関係ない事情だ。それでさ、出産もあるから早めに別れたいんだよね。このアパートはお前にあるから俺が出ていくよ。それで終わりでいいよな。私が思わず考え込んでいると、夫がヘラヘラ笑いながら言ってきた。嫌よ。きちんと後腐れなく別れましょう。いい機会じゃない。30代近くなると、私は子供が欲しくなった。新卒で就職し、正社員として真面目に働いてきたから、私は夫よりも収入があったし、会社が大手だから育休や産休の制度も充実している。赤ちゃんを迎える準備万端なのになかなかできなくてずっと辛かった。そんな状況で浮気をして相手を妊娠させた夫に愛情なんて全然残っていないし、綺麗さっぱり関係を清算したい。何より夫が一言も謝ってもいないことに腹が立った。自分の都合と要求を言うだけで全然反省していないのがわかる。今こそ長年の腐れ縁を断つ時だろう。弁護士を入れて慰謝料も請求するし、財産分与もね。もちろん愛にも請求させてもらうから。俺そんな貯金ないんだけど、愛ちゃん妊婦だしストレスかけたくないな。だったらあなたが借金してでも代わりに払ったら？あなたたちの浮気で別れるんだから、しっかりけじめをつけてよね。私がじろっと夫を睨むと、夫はこうさんと手を挙げた。しょうがない。親父にでも肩代わりしてもらうかな。こうして私は離婚に向けて弁護士に依頼した。夫から事情を聞いた義両親から何度も電話があり、義父からは、どうか別れないでやってくれ。直しのバカを説得するから。香織さんから捨てられたら、あいつは本当に終わりだ。と泣き疲れ、義母からも、
お願い考え直してちょうだい。香織さん、私はあなたのことを本当の娘のように可愛く思っているの。と懇願されたけど、やっぱり無理だ。私が今まで話していなかった夫の浮気癖や家事を全然しないことなど洗いざらい話すと、義両親も最後には納得。今まで本当に申し訳なかったと土下座をする勢いで謝ってくれ、慰謝料も貯金が全くない夫に代わり、肩代わりをして一括で払ってくれた。夫にはもう二度と借金の肩代わりをしないこと、毎月きっちり返済することを約束させたそうだ。なんでこんな常識的でいい義両親から夫のようなチャランポランなダメ男ができるのか、本当に理解に苦しむ。じゃあ私、実家に戻るから。あれほど面倒だと思っていた離婚手続きも、終わってみればあっという間。私は最近引っ越したばかりの実家へと戻り、また半年ほど過ぎた。夫のこともすっかり思い出さなくなって、平日は仕事、休日は家の片付けで忙しくしていたら、親友の優香から電話の着信があった。優香は初めからブチギレ状態で、ちょっと香織、知ってた？あんたの元夫の直志くんと愛、新築のタワマンに住んでるってあちこちで自慢してるみたいよ。出産祝いのパーティーするから来てほしいって愛からさっき電話があったわ。プレゼントは1万円以上のもので、参加費も1万だって言うのよ。ばっかみたいでしょ？と叫んだ。愛が出産したことも知らなかったが、なんでわざわざ優香にまで連絡したのかよくわからない。元夫もそうだけど、愛は優香が私の大親友だということもよく知っている。なんで愛は優香にまで招待してきたんだろう。優香に話せば私に筒抜けだとわかりそうなものだけど、私が遠慮がちに言うと、優香はますます怒りを爆発させる。わざとよ、わざと。あのクソ女、なんて言ったと思う？香織さんが直志先輩と別れてくれたおかげで、とっても幸せなんです、だって。それをわざわざ香織の親友の私に言ってくるなんて、本当に最低な女よね。はぁ、なんとかして、ギャフンと言わせてやりたいわ。はぁ、学生時代の小悪魔ちゃんが、ついに悪魔に成長したわね。大学時代、愛は幸せなカップルの男にちょっかいをかける悪い女だった。愛が原因でカップルの仲がこじれても彼女はへっちゃら。へえ、ちょっと他の女の子から手を出されたくらいで別れちゃうなら、真実の愛じゃないでしょ？どうせそのうち別れるんだし、いいじゃないですか。語尾を伸ばす甘ったるい声でニヤニヤしながら言うのだ。この子、本当に人を好きになったことがないんだなぁと、かわいそうに思いながらも、だからといってわざわざ関わって優しくしてあげるほどお人よしではない私は、彼女と距離を置くことにした。愛のことはこの際どうでもよくて、私にはその前にもっと聞き捨てならないことがあった。ねえねえ、優香、それよりもさ、最近できたタワマンって一つしかないよね。いつ頃引っ越したとか何か聞いてない？私全然会ったことないけど。すると、優香はすぐに、ごく最近みたいだよ。たまたま空きが出て、運よく入れたって自慢していたから。と答えてくれた。どうやら、タワマンを新築で購入した人が遠方に転勤になってしまい、未入居のまま再度売りに出したらしい。はあ、そういうことね。じゃあ納得だわ。香織のうちの引っ越しは今週の日曜日だっけ？出産祝いのパーティーは土曜日だから、一日だけ気をつければ会わないで済むわよ。エレベーターだっていっぱいあるし、出入り口だって違うかもしれないし。ああ、それもそうね。今まで会わなかったし、大丈夫よね。私と優香は笑い合ったが、まさかの事態はやっぱり起こるものだ。
土曜日、私は元夫と愛に1階のエレベーターホールでばったり会った。元夫たちは一緒にエレベーターから降りてくるところで、私はエレベーターを待っているところだった。お互いバッチリ視線が合い、言い逃れはできそうにない。あれ、香りじゃん。お前ここで何してるの？先に口を開いたのは元夫。続いて愛。香織さんもしかしてお祝いに来てくれたんですか？私たちの可愛いベビタン見たかったんですよね。声は明るく甘ったるく、顔は笑顔なのに目は全然笑っていない。マジ？お前招待してないのに参加しに来たの？見学？タワマン見たくて来たの？それとも俺らのプリンス？いちいち赤ちゃんのことをベビタンとかプリンスとか言われるとイラッとする。違うって。私エレベーターを待っていただけですから。私は意識して途中から丁寧な口調に変える。直しは元夫だけど、今は赤の他人だし、ここで騒ぎを起こすのも嫌だった。は？それって結局、俺の家に来るつもりだってことじゃん？バカだな、香織。変な意地を張るなよ。俺らが超高級の新築タワマンに住んでることも、可愛いプリンスが生まれたことも羨ましくて仕方がないんだろう。俺のこともまだ愛していて寂しくなったんだろう。素直にさ、俺のことを一目見たかったって言えばいいじゃん。香織さんダメですよ。いくら直さんを愛していても、今結婚しているのは、この、私ですからね。勝手に家に押しかけてくるとか犯罪ですよ。焼きもちか？愛ちゃんは本当に可愛いな。そんなわけでさ、香り悪いけど、俺には愛ちゃんとプリンスが一番だから、お前はお呼びじゃないんだ。半年ぶりに会った元夫だけど、相変わらず発想が異次元だ。愛も会話が通じる気が全くしない。この元夫に、この浮気相手、ある意味お似合いだけど、私は元夫に貴重な20代を捧げてしまったことを、今更ながら本気で後悔した。私、直しと付き合ってたことも結婚してたことも心底恥ずかしい。黒歴史すぎて闇に葬りたい。もっと早く別れればよかったわ。面倒だとか理由をつけないでさっさと別れていたら、こんな風に元夫と浮気相手から見当違いなことを言われなかっただろう。私も私でショックを受けていたけど、元夫も私の言葉にカチンときたらしい。なんだと？お前マジで可愛げないな。愛ちゃんを見習えよ。焼きもちですら可愛いんだぞ。出産したばかりなのに、俺のためにちゃんとおしゃれに気を使って、本当にけなげだと思わないか？お前はさ、すっぴんにそんな安物の服を着て恥ずかしくないの？ちっとも恥ずかしくないですけど、だってコンビニ行ってきただけだし。私の格好はシンプルな白い T シャツにジーンズだ。でもボロボロなわけではないし、きちんと洗濯している。そういうところだぞ。俺がお前に愛想が尽きたの。もういいや。どうせお前とはもう関係ないし、さっさと家に帰れよ。私のそっけない言い方に元夫は苛立ち、まるで犬や猫を追い払うようにしっしっと手を振った。いや、ここは私の家ですけど、だからエレベーター待ってたの。は？なんで？嘘だろ。香織さん、その冗談笑えませんけど。二人の全く信じてなさそうな表情を見て、私はしょうがなく説明する。私、半年前から両親とこのタワマンに住んでいるの。父がね、ここの地主で、土地売却の話が来た時、よかったらタワマンに住んでみないかって営業をかけられたらしいんだ。年を取ってからは一軒家よりも管理人のいるタワマンの方が便利だからって。と言ってもタワマンの敷地全部がうちの土地だったわけでなく、一部だけだ。それでも実家には十分な売却代金が入り、
加えて売却時の交渉で、相場よりもかなり安く高層階に入居することができた。は？なんだよお前んち、土地持ちでそんな金あるのかよ。だったら別れなかったし、今からでも慰謝料返せよ。財産分与もする必要なかったじゃん。それとこれとは別問題でしょ。慰謝料はあなたたちの浮気の結果だし、財産分与だって私たち夫婦の生産なのよ。私はため息をつく。ちらっと何も言わない愛を見ると、ブツブツ一人でつぶやいていた。まさか香織さんタワマンに住んでいるなんて、完全に勝ったと思ったのに。愛は私を睨みながら、でも香織さんにはベビタンもいないし、愛するダーリンもいないじゃないですか。私、まだ負けてませんから。と言ってきた。あのさ、私、初めから愛と勝負なんてしていないし、むしろ直しと別れるきっかけを作ってくれて、感謝しているの。ああ、それから、私の家、明日引っ越すからもう会うことはないと思うわ。なんで？せっかくタワマンに住んでいるのに？二人は驚いていたが、私は肩をすくめる。価値観の違いかしらね。私の実家には向いてなかったのよ。住んでみて実感したけど、タワマンでは外に洗濯物を干せないのだ。高層階は安全のためにベランダも設置されていないし、窓も一部しか開けられない。洗濯物や布団を太陽の光と自然の風で乾かしたい私や母には向かなかった。そのくせ、遮るものがないから日差しは強烈で、エアコンをつけても暑すぎる。地震の時は震度3でも結構揺れる。あえて建物を揺らせることで崩壊を防ぐ免震構造になっているらしく、高層階は揺れが大きくなるらしい。めちゃくちゃ怖かった。何よりストレスなのは毎日のエレベーター。朝は住人の通勤通学でかなり密になるし、各階に泊まるから時間がかかる。売り文句の駅から徒歩3分なんてエレベーターの中で終わる。タワマンならではのデメリットが気になりすぎて、私たちはやっぱり普通の庭付き一戸建てに住むことにしたのだ。幸い人気物件だし、住んでいた部屋は買った値段とほぼ同額ですぐに売れた。私がかいつまんで説明していると、元夫も愛もニヤニヤと嬉しそうな顔をする。はあ、じゃあもう二度と会うこともないな。つまり、お前んちみたいな庶民にタワマンは不相応だったってことか。俺みたいなエリートのセレブ家族にこそタワマンにふさわしいもんな。何をどうしたらそういう解釈になるのか。やっぱり理解できないけど、一つだけ分かった。私が嫌いになって諦めたのは、あなたのそういうところよ。見えっ張りで。そのくせ全然実力が伴わないこと。努力をしようとも、変わろうともしないこと。私はそんなあなたに心底愛想が尽きたの。でもね、もういいの。あなたは治らないから。だから、さようなら。私はさっきの元夫の言葉をなぞって、そっくりそのまま返してやる。唖然とした元夫と私を睨んでくる愛を横目に、ちょうど来たエレベーターに乗り込む。扉が閉まる直前、私は最後に付け加えた。ああ、そうそう。本当にあなたの子なのかしらね。どういう意味だよ。夫は怪訝な顔で私を見た。言葉通りよ。ね、愛。あなたなら意味がわかるわよね。それで扉が閉まったから、後のことはわからない。実は子供ができなくて悩んでいる時、産婦人科で検査を受け、私には問題ないとの結果が出ていた。となれば、夫に問題があるのかもと思ったが、夫は絶対に検査を受けなかった。だから、私は最後に、釜をかけたのだ。その後、出産パーティーに行った私と、優香の共通の友人から聞いた話だ。タワマンに住んでいると言いながら、元夫が住んでいたのは3階だった。
さらに、高価なプレゼントや参加費を要求したくせに、出された食べ物は、ポテチやせんべいなどの駄菓子だけ。友人がそれとなく文句を言うと、愛は、私のベビタを間近で見られることに感謝してお金を払うのが当然でしょ。と言ってぶち切れたらしい。一気に険悪な雰囲気となって元夫が仲裁に入ったものの、さっきの私の意味深発言のせいもあってか、結局元夫と愛が物を投げ合う大喧嘩をし、大変な修羅場になったそうだ。どうやら元夫と愛はタワマンに無理して入居したものの、生活が苦しく、理由をつけて友人たちからお金を巻き上げようとしていたようだ。自爆して元夫が話してしまったらしく、友人たちも激怒して帰ったそうだ。私はといえば、無事に引っ越しが終わって、庭付きの一戸建てに実家の家族と住むようになり、最近可愛い子猫を飼い始めた。私たちが住んでいたタワマンに、次々と大規模な欠陥や、違法な広報が見つかったそうで、ニュースで連日報道されていて、今は売りたくても売れないらしい。私たちは、意外と運が良かったのかもしれないね、と家族で話した。今、私はとても幸せだ。夫と縁が切れ、平穏な日々が手に入った。休みの日の昼下がり、すっかり乾いた洗濯物を畳んでいると、子猫が洗濯物の上で眠ってしまうことがある。寝顔が本当に可愛くて、今日もいい一日だったなぁと思う。